はい、皆さんおはようございます。いつも視聴いただきありがとうございます。今回はこの後ろにある池をきれいにしていきたいと思います。はい、池と言いましても、おそらく池見えてないと思うんですね。実は背の高い、草むらの奥に、池があります。で背が高い、草はですね、マコモという種類になります。これはイネ科の草でして、2年ほど前から育て始めて、おかげさまで結構ね、ぐんぐん成長して、このエリア全体をね、牛耳り出している感じになります。結果としてですね、池に行くことも難しくなって、ちょっと今日はね、その辺を、整理していきたいと思います。はい。私はですね、16ぐらいから禅というのに興味があって、それ以降はその考えに基づいてね、結構行動してきたりしてるんですね。今回きれいにするというのは、禅のね、こう考え方を活かしつつ、きれいにしていきたいと思います。では、よろしくお願いします。池の場所について簡単にお話したいと思います。今、東を見てるんですけども、一番東のですね、南側のこの山のふもとに池の方を掘ってありますと。この場所に掘った理由としてはですね、一旦こう山の水がですね、この池に溜まりまして、そこからこう染み出して、手前の田んぼとかですね、こういったところに水が流れればいいなというふうに考えて、ここに設置してあります。ここがアプローチだったんですけども、マコモに完全に入り口を塞がれています。やはり池へのアプローチってすごい大事だと思うんですね。そこも絵になると思うので、そこも踏まえて、ちょっとやっていきたいなと思います。東側から池を見ています。こうして見ていただくと、こう山から池に入りまして、そこからこうやって田んぼに流れていくという仕組みが分かられると思います。一応これで機能してるかなって思いますね。今東から見ています。こんな感じで奥の方に池があるのが分かられると思います。ちょっとですね、マコモさんが繁殖しすぎて完全に道が塞がれてますね。以前はこちらからもアプローチできたんですけど、開墾初期の頃は、とにかくですね、鬱蒼としてて、明るくしたい、すっきりさせたいということで、闇雲にこう切ったりしてきたんですね。切って片付けて、切って片付けてという繰り返しのことをやってきました。で、なんとかですね、雨が降ってきた。ちょっと雨が降ってきてしまったので、タープの中に移動します。はい。なんかもうね、さすがに梅雨に入るみたいですね。午後から雨かなと思ってたんですけど、ちょっと思ったよりも早く降り出してしまいました。後から、映像と声を合わせたりできると思うので、引き続き、池についてちょっとお話をしていきたいと思います。どの道池が見えないのは一緒ですので、カラスがなんか甘えた声を出してますけど、池についてなんですけど、もともとですね、小学校ぐらいの時から、なんかね、自分の庭に池が欲しかったんですよね。はい。で、入り口にはこう、門松みたいな、松を植えたいなみたいな。なんかそういう願望があってですね。でもそんなにね、大きな家に住めたことはないので、池を持つなんてってずっと思ってたんですけど、ふとしたきっかけで、ここと知り合うことになって、開墾を進めていくうちに、そういえばここに池作れるじゃんと思ってですね。掘り出したのは4年ぐらい前だと思うんですね。で、その時は本当にね、右も左もわからなくて、とりあえず山沿いにこう、掘ったら水が溜まるんじゃないかなと思って、試しに掘ってみたんですね。で、その時はまだ若かった、有志、数名で掘ってですね、ちょっと掘ったら水がね、こう溜まってきて、池っぽくなったんですね。これがね、冬枯れるかなとかって心配してたんですけど、冬も枯れることがなく、で、凍りついたりもしてですね、スケートをやって遊んだこともあります。そういった理由で池を掘ったんですね。と期待してたのは、ビオトープっていう言葉があるんですけど、なんかこうちょっと水場を作ってですね、そこにいろんな生き物とかを育てて、生態系を作るみたいな、そういうことをやる仕組みがあってですね、ドイツから来てる言葉みたいなんですね、ビオトープって。
で、まあ、鎌倉市役所の方でそれをやってるっていうのを聞いて、まあ見て、ああ、やってみようと思ってですね、まあ自分の方もやりたいなっていうのがあったんですね。私がこう野菜とかを育ててるやり方は大きく分けると自然農法っていうやつなんですね。まあ昔ながらのやり方だったと思うんですけど、まあ当然こう農薬とかをまかずに、化学肥料も入れないっていうやり方なんですね。で、これを進めていく上で大事なのが、まあ、自然界のこのなんかピラミッドを復活させることなんですね。まあ、ピラミッドっていうのはまあ、いわゆる弱肉強食みたいな。まあ、野菜を食べる虫がいるけれども、まあ、その虫を食べる虫もいるということで、まあ、そんなにひどくならないんじゃないのということを期待してたんですね。はい。で、まあ、昔はね、だってそんな化学物質なんてなかったと思うんで、昔はそれでできてたと思うので、まあ、それでいけるかなという期待と、まあ、同時にだから私も、この昔の生態系を戻さないと多分できないのかなと。で、まあ、それをするには、まあ、どうしたらいいかもわかんなかったですけど、ひとまずですね、まあ、池を掘って、水があれば、なんか生命が生まれるって、こう、なんか、聞いたことがあったので、違う星とかでも水があれば生命体がいるんじゃないかと、生まれる可能性があるって聞いたことがあるんで、まず水場をね、復活させようかなということでやり始めたのが、まあ4年ぐらい前ですね。で、まあその時はね、ほんと無我夢中で、まあドロドロの中を掘ったりして、で、池を掘ってるにもかかわらず、大雨がザーって降ってきてですね、大変な思いをして掘ったんですね。ですから、見てくれとかそういうのは全然、こだわれるような状況ではなかったです。私まあ、開墾始めてもう10年経ってるんですけど、まあご存知の方も多いと思うんですけど、2度ほど失敗してまして、まあいろいろ理由はあるんですけど、まあ忙しくなったとかですね。まあそういうのもあるんですけど、一つの理由としてがですね、まあ早く見た目を良くしたいと、鬱蒼しているこの土地をきれいにしたいということで、このね、見た目重視で活動してたんですね。なんか育てるというよりも、なんかとにかくちょっとバーって開けるようにしたいと。早く全貌を確認したいとかですね。まあそういったことに、まあ1回目、2回目は時間を使いすぎて、で、まあ結局何も植えることもなく、まあ忙しいという理由で、まあちょっとやめちゃったんですね。まあ結果的には戻ってきて、まあ今が3回目なんですけど、で、3度目の挑戦をするときに思ったのが、もう、とりあえず見た目のための作業はしないと。食べ物と関連する作業だけしようと。はい。なので、まあ、開墾する予定もないところをきれいにしたりするのはやめようと。もう局地的に、局地線で行こうって決めたんですね。とにかく、なんかね、これ切ったらスッキリするとかいうのはもう置いといて、まあ放置すると。まずこの一角だけでも育つように、次はこの一角、この一角、ということをやってきたんですね。ですから、まあ見た目のための作業ってほとんどやったことがなくて、で、まあやっとですね、まあ今年の田植えも終わって、まあやっとですね、梅雨になって雨も降ってきて、多分稲も喜んでると思うんですけど、なので、まあちょっと見た目のための作業ができるかなというところなんですね。で、まあ池とそのアプローチについても、まあ以前ですね、まあ台風で結構倒木があったので、その木を片付けなきゃいけなかったので、まあそれを丸太切りにして、その足を踏む通路にね、やったりともしてるんですね。ちょっとここに出しときますけど。まだ残ってるんですけど、完全に埋もれてしまってるので、池を掘って、まあ随分時間が経ってしまって、まあコモが結構繁殖したりしてですね、まあ池も全然見えなかったりと、まあ暗い感じになってしまっているので、まあこれをきれいにするということに加えて、ちょっとですね、まあ庭作りというか、庭園作り的なことを考えて、意識してやっていきたいなと思います。草を刈るだけでしたら、まあ、半日とかで済むんですけど、まあ、せっかくなので、今生えてる木々を活かして、いい絵を作れないかなということをやっていきたいと思います。これ見ている方も、まあ、ぜひ一緒にですね、あれした方がいいんじゃないのというようなことをね、考えながら見ていただければなと思います。基本的な前提としては、まあお金をかけたくないので、外からのものは入れずに、まあこのファーム、鎌倉ファームの中にあるものだけで何とかしたいなと。で、何かを植えるっていうのはまあありだと思うんですけどね。まあマコモは完全に外部から持ってきたものなので、まあおかげでですね、マコモが池の周りを囲んで、
もうちょっとね、さっぱりしてればいい絵になると思うので、その辺もね、やっていきたいと思います。ここでのデザインが、この先5年後、10年後とかにも多分影響してくると思うので、いい絵を作りたいなというふうに思います。先ほど禅の話をしたと思うんですけど、私は別に修行したわけでも何でもないので、私なりの理解で、進めようと思うんですけど、やっぱり機能美だと思うんですよね。機能美。はい。ファンクションですかね。はい。その意味のないデザインは意味がないと思うので、やっぱ必要性があってそういう絵があると。必要性があってそこに物があると。なんかね、そういうことを意識してやっていきたいなと思います。はい。それがどういうものなのか、ちょっとね、これからできるのか、あれですけど、せっかくですね、これだけの空間を自由にできる機会があるので、ちょっとね、これから美しくしていきたいなと思います。雨はね、ちょっと止みそうもないですね。だからこの中で作業するのは寂しいので、撮影だけでもちょっとね、やっていきたいと思います。はい。場所の確認と。はい。というわけで、ちょっと行ってきます。はい。カメラを変えました。結構ね、雨が降ってきましたね。ちょっとわかりづらいんですけど、ここにですね、丸太を置いてあります。ここを辿っていけば、以前は行けたんですけど、今はもうちょっと完全に塞がれちゃってますね。マコモをね、どこまで育てるかなんですよね。この辺の草もきれいにしていきたいと思います。ここは一番端なんですけど、まだね、途中なんですけど、こっち側には4番の田んぼがあるんですね。なんかこの辺まで田んぼになる予定なんですね。で、こちらはですね、桑の実になります。うわ、激しくなってきた。いつの間にかこんなになっちゃいましたけど。カエルの鳴き声が。ここが池ですね。もう今はちょっとわかんないですけど、以前はこう、池の周りをぐるーっと通路があったんですね。で、見えますかね。ちょっと種類わかんないですけど、カエルの卵があります。はい。池はこんな感じですね。ちなみにこれは桑の木ですね。もうほとんど実がなくなっちゃいましたけど。カエルが喜んで鳴いてますね。おっと。はい、池の山側に来ました。ここもちょっと毒ダミがすごいですね、今年は。これを抜いていかないと。で、山側がこんな感じになってます。以前ここは結構竹が生えてきてて、
まあ、梅雨の時期になって、新しい竹が出てきましたね。ここもまあ、さっぱりさせれば、雰囲気が変わるのかなと思います。まあ、後ろのね、池の後ろの絵も大事ですからね。久々にここ来たんですけど、なかなかのカオスですね。これを美しくできるのかどうか。まあ、行ってみようかな。ちょっと全く足元見えないですけど、一応以前こういうのを設置してたはずなので。はい、東側から見てます。まあ、池の真ん中にがっつりマコモが出てきちゃってますもんね。これはなんとかしないと。単なる湿地帯に戻りつつありますからね。以前はね、ここでカモが遊んでたりしたんですね。ちょっとこれではカモが遊べるような感じではないですね。よいしょ。山側はこんな感じですね。この山をきれいにするのが結構大変だな。こちらも結構新しい竹が生えてきましたね。うわ、結構降ってきたな。結構降ってますね。まあでも田んぼに水が入って何よりですね。いやー、撮影してきました。もうがっつり雨降ってきてですね。はい。まあ、ちょっと今日はね、作業難しそうなので、はい、明日以降にやりたいと思います。まあ、今ちょっと一周してきたんですけど、思ったよりも草がすごくてですね、まあ、今日ちょっとこの動画を編集しながら見て、まあ、どういう風に進めていくかっていうのを考えていきたいと思います。はい。というところで今日は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。